在正式看之前，我想先展示一下我新买的抱枕，特别好看，然后背面还有草草团的大家。我去，这速度可不是和平主义者可以匹敌的。路飞好可爱呀！哦，欧啦欧啦！索隆这手套好萌啊！哦，他们这个机能应该防御力很强的吧？セラフィムは科学の最高峰。最強の人類を甘く見ないでほしい。いい加減にしろよ、お前ら！根本不会累。啊，可爱啊！なぜわしらの攻撃が効かん？一体どういうからくりだ？そういや、俺がワノ国で戦った。认出来了。こいつら。我可喜欢 King 了，但是不知道为什么他出场这么短。King 完全就是我喜欢那挂的。カイドウの海賊団にルナ。燃不尽的火。セラフィムはまさに彼のルナーリア族の地で強化されている。そうだったのか。だったらあの背中の炎を注視しろ。お前ら、あの炎が消えてる時しか攻撃は通らねえ。燃えてる時はほぼ無敵だ。ご苦労なことだ。すまない。俺は特殊な体質でな。お前の斬撃は効かない。太帅了。黒い翼、背中の炎。小鼠都已经出了那个格子了。啊！ラボはワイの庭や。逃げ道ならいくらでもある。追ってきませんよ。どこへ？一会儿从他们前面冒出来了。哦！哎，这突然让我想到周周里面，周周第3部他们在那个潜水艇里的那个替身。
啊！哦，不，分かってるけど、でもまだ子供よ。相棒だろナミ。オイラを信じて一緒に頑張ろう。行くわよ先生。まだです。逃がすか。我去！哎，电是不是会对他们这种机器比较有用啊？火还没灭。这么大！俺国憲法第一啊！ナミさんを怖がらせた者死刑。笑死了！俺国憲法第9条。オーバー。おお。ナミさんに悲鳴を上げさせた者。啊哈哈，是第9条。哦，因为他的火焰灭了，这是克他的吧？哦，那是不是用海楼石把它框住就行了？哦，好可爱啊！よし、今のうちに取り押さえるんだ。任せてけ。どうだ？小娘。这等于说里面都是海洋能量。賢いフランキー。使えるぞ！バブルガン！它不是真的泡泡一样一戳就破，它居然能这样实体的拿住。観念しろ、ガキめ。哦。わらわ苦しい。すまん。直接上当。まずい。这真的危险了，不知道之前使他们会不会解除这种能力啊？啊哈！全军覆没，可还行？这好像山治的性转啊，莉莉丝。ステラ
らのいる可能性があるとすればこの研究室くらいだが誰だお前が他应该不是叛徒。头盔哥解除怀疑。ここにいたんですね。一体誰がこんなことを。シャカ。是叛徒，要现身了。よかった。すぐに鍵を。おい。シャカ、誰と来た？等一下，所以他不是机器人，还是真的人吗？还有这种血？直接爆头。这集看到这些吃点屎们这么可怕的能力，但是意外的居然觉得他们好像还有情绪一样，会生气，然后也会掉眼泪，这还挺想不到的。我还以为他们这些机器都已经完全把情感剥离了。沙卡应该不会就这么死了吧？我感觉他还挺讨喜的一个角色的。这叛徒也是完全丝毫不心软，当场直接给沙卡报仇。沙卡还不是不去看本体在哪儿的，跟路飞他们还在一起安全点儿。路飞他们就是一个四皇，然后呢 CP0 四皇的副手索隆，他们几个人就是在这打这俩机器人打了半天，感觉凯多的含金量还在下降。不过这集也已经知道怎么样可以轻松对付这些吃点屎，就是那种海洋，只要跟海洋相关的东西应该都可以，比如说像海楼石之类的。我不懂那沙卡为什么不直接告诉路飞他们呢？然后本来莉丝有这个超级好用的这个泡泡机，结果它还被石化了，大家打半天打了个空气的感觉。甚至连吴老星都来了，吴老星可以直接控制这些吃点屎了。他知道的太多了。他自己以前也是的，战头丸。もう後戻りはできない。ウソップ、リリース。可是这几个分身都被攻击了。因为还是机器人，只是画一半嘛。
不在场证明，止まらねえ動物だ。他跟莉莉丝也不是叛徒。なぜです、エススネーク。一体誰の命令で動いてるんですか。这直接撕透了，待ってくれ。根本不回头。みんな大丈夫かな。さっきからすげえ爆音とか悲鳴とか聞こえてるけど。セラフィムが暴れてるの確認したわ。うわー、不可解だぜ。セラフィムは味方になったはずなのに。おそらく再び誰かが指示を書き換えた。誰がそんなことを。会是阿特拉斯吗？誰か。心配だ应该な也没事ナミた，ち。应该不是他。大丈夫。ナムの悲鳴を聞いたら瞬時に駆けつける人がいる。確かに。戦闘になったチームはそこから動けない。みんなで参戦している間にベガパンクの身に何か起きる危険もあるわ。私たちはこのまま探し続けましょう。そうだな、急いで探そう。そういえば昔使ってて今封鎖してる研究室が一つあるぞ。あんな場所表示はないと思うが。行ってみましょう。些細なことだ。何か手がかりが見つかるかもしれない。案内してアトラス。おい個人兵、科学の最高峰だかなんだか知らねえが、ナミさんには指一本触れさせねえ。エジソン、しっかり。エジソン。ナミさん、私とりあえず身を軽くしてベガパンク探してきますね。哎，他可以到贝加庞克身边，哎，不会。哦，山治也是改造人呢，好心疼啊！啊！わかるか？愛の力。哦，なかなか消えねえな、あいつらの背中の炎。ああ、確かに手但这样的话，他们也太厉害了，实在是，他们都打得气喘吁吁。ほんの一瞬じゃ。それだけ攻撃から防御への切り替えが早いってこったな。おい、炎どころか鷹の目のやつ消えたぞ。どこ行きやがった。殺しの順番を変えたな。手間取る奴らは後にして弱者から消していく。消した奴らが仲間である場合、強者の動揺も誘えるからな。他们还会动脑。それ。まさに血の通わん奴らが考えそうな合理的な戦法じゃ。ルフィ、任せろ。俺が追う。頼んだぞゾロ。やべ。おい、ゾロ。啊，怕他丢了。あいつすぐ迷子になるんだよ。世話が焼けるの。待て、ロロノア。对呀、谁？笑死！自
自动路飞就是看人脸自动归为一类。バカ待て麦わら、考えろ。そんなやり方じゃいつまで経っても倒せねえ。这样只会浪费体力。哦，波尼。我感觉那个叛徒可能是女生，要件は何だ。这声音是做过处理了。要件を言え。ドクター・ベガパンクが空白の100年を研究している。叛徒泄密。その密告を受け、真実を確かめるため CP5 がエッグヘッドへと派遣さ结果れたが都失踪了。証拠は見つからず、捜査を終え戻ろうとした船は謎の失踪を遂げてしまう。さらにその解明のため CP7、CP8 が続いてエッグヘッドへと向かったが、政府へ帰還した者はいなかった。こちらエッグヘッド、上層部につないでほしい。その後、五老星と何者かの会談があり、空白の100年を研究する天才科学者の裏切りは明白となる。ガッチャ。五老星はドクター・ベガパンクの暗殺に踏み切った。这还暗杀吗？这是明目张胆大杀特杀。任務を受けたサイファーポール・イージスゼロが出航。しかし五老星はベガパンクの反撃を想定し、自らの出航を決定。護衛に大将キザルを従えた。ペレ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 ガチャ。さらに海軍各支部になぜこんなことを。约克，他不是被石化了吗？在那儿，他还能再有一个。哦，这就是他背叛的原因吗？就跟政府的协议。あんな汚らわしい人間になりたいじゃと。シャカならそういうね。もう死んじゃったけど。沙盖真的算死了，我还以为能修好。只留他一个，我去，怎么分身还能背叛本体啊？想通为什么就是约克他明明跟其他的贝加朋克分身应该是对支点史的权限应该是同一级别的，但是为他的命令能被优先考虑了，等于说或者说是他的命令可以覆盖过其他的分身。他之前也是被 S 女帝给石化了，但是之后就没有再看到他石化的样子，所以他可能跟那个 S 女帝可能结成同盟，可能那些支点史也已经跟他同一伙了，所以呢就是都听他的，所以他就可以先让 S 女帝把自己石化，然后后面又偷偷解开，这样的话就有完美的不在场证明。
他就是最开始先在大家面前展示了他应该是无辜的样子。他跟 S 女帝那一段其实做的可能也别有深意吧，就是他跟 S 女帝的眼神交流。如果在这几个分身里有叛徒的话，那约克确实是最合适的人选，毕竟他本身象征的就是欲望嘛，他的野心肯定也是比其他的更大。他不仅背叛自己的本体，甚至还想取代他，就是成为唯一的贝加朋克，还想去当天龙人。其实我觉得这里可能也展示了，就是虽然贝加朋克把这些分身给制造出来的，但这些分身可能也有一天会跟他对着干。就像现在很多一些 AI 啊，或者是比较高科技的产物，人们的恐惧之一也是他们可能会有一天有自己的智慧嘛，就是会跟人类对着干嘛。其实约克就展示了这一点，已经是完全是有自我的意识了。赤原使他们也有自己的感情，也有着自己想要追求的目标，但是问题是他想取代贝加朋克，他没有贝加朋克的脑子呀。而贝加朋克就是如果死了，他的能力果实消失了，约克还能照常的生活在这儿。这样看的话，基本可能所有的分身都要真的死亡了。沙卡也真的做到了他所说的，就是即使要牺牲他们分身，也要保护好本体吧。贝加朋克可能还是对自己的这个发明太放心了，没有料想到自己有一天制造出来的这个机器人产品会跟自己唱反调，会起来反叛。按理说应该有那种什么一键摧毁按钮，一旦发生任何不对劲儿之类的，直接就是摧毁。要是制造他们的这个人没有这种能力的话，那真的很怕失控。那这期视频结束了，我们下期再见，拜拜。